せーの、ウニタヨです。どう？ありがとうございます。こんにちは、ゆうたよです。今日はウニさんとコラボということで、YouTube でも大人気の作家さんなので、私のチャンネルを見てる人だったらほとんど知ってるのではという方が今日来てくれてます。今回はとっても嬉しいことに、私ゆうたよがウニさんに質問したいことをどんどん聞いていくという内容になります。じゃあ改めて自己紹介を聞いてみたいと思います。ウニさん。はい、ウニです。お邪魔します。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。水族館みたいで。じゃあまずお名前からはい、お願いします。はい、ウニです。雲に、ボタンの単に、句読点の丸でウニです。あとは？ありがとうございます。じゃあ順番に聞いていきますね。はい。活動内容を教えてください。活動内容はですね、今フリーランスで絵を描く仕事をしております。基本的にはアナログイラストでお仕事をしてるという感じで、あとはイベントに出たりとか、展示出たりとかっていう感じです。ありがとうございます。はい。普段どんな絵を描いていますか？普段はアナログ画材をメインに、ロリータファッションをテーマに描くことが多いです。あとは何だろうな。そんなもんかな。ロリータファッションが好きなので、ロリータファッションを描いてます。なんかお洋服のデザインがすごい豊かでありがとうございます。すごい楽しい。やったイラストを描いてる方です。ぜひぜひ見てみてください。主に使用している画材は何ですか？はい、画材はですね、基本的にはいろいろ使うんですけど、最近はアクリルガッシュをメインに使って、あとはコピックだったり水彩だったり、あとは日本画もちょっとだけ触れますっていう感じです。すごいです。日本画はあれですよね、学んできた。そうですね。そう、美大に行ってたので、そこで日本画を学んでたので、ちょっとだけ岩絵の具っていう画材があるんですけど、その岩絵の具の扱いができますっていうぐらいです。すごいかっこいい。ありがとうございます。ウニさんのチャンネルで Q&A の動画が上がってたり、ブログでもっともっと詳しいことをお話ししてくださってますので、知りたい方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、お願いします。はい。じゃあここから個人的な私の質問に入っていきます。はい。じゃあ順番にはい質。問していきますので、はい。お願いします。はい。一つ目が丁寧な暮らしをしているウニさんですが、絵を描くのが面倒になって床で 1,2 時間寝たり、スマホで意味もなく3時間潰したりという日は全くないのでしょうか？なんか私はこういうことが多いので、怠惰な私に対策も考えてほしいです。はい。という質問です。これはですね、私もね、全然ダラダラする時間はあります、もちろん。もちろんありますよ。あるんですね。ありますよ。あるんですけど、そのダラダラする時間をめちゃくちゃちゃんと決めてて、自分が一番コンディションのいい時間帯っていうのが一応自分にはあるんですよ。例えば私は午前中はもうフィーバータイムなので、もう絶対そこでは
呼ぶ余計なことをしないっていうのはすごい決めてて、なので、その午前中はちゃんと集中するっていうのを決めて、午後はもう好き勝手していいみたいな時間に区切ってます。そうなんです。そうなんですよ。もうね、午後になると集中力切れちゃって、もう絵とか描けないんで、もう自由時間って感じです、午後全部。あ、それはなんかいいですね。なんか長く感じそう。気持ちが。長く感じてるんだろうか。朝起きてるから偉いな。そうそう。でももしその朝あんま得意じゃないとかであれば、全然起きてから、まあ何時間ぐらいはちゃんと集中するみたいなので区切って、あとはその時間はスマホ禁止にするっていうのはいいと思うんですけど、こうなかなかこう、自分の意思でスマホ禁止にするのって難しいじゃないですか。こうつい見ちゃったりとかってあると思うんですけど、なんかそこでちょっと私がやってる方法っていうのが2つあってですね。まず1つ目なんですけど、スマホの、ショートカット機能に、グレースケールをなんかワンクリックで切り替えられるようにするっていう方法があって、画面をね、なんかちょっとこれはねちょっと複雑な設定方法なのでちょっと調べてもらう感じになるんですけど、なんかこうスマホの iPhone ですか、ゆうたやさんは。iPhone です。なんかね iPhone のアクセシビリティのショートカットっていうのがあって、そこになんかグレースケールっていうのを設定すると、こう、なんかワンクリックでグレースケールにできるっていう方法があるんですよ。知らなかった。そうあって、でそれをすぐできるようにしとくと、スマホをあんま触りたくないなって時にその画面をグレースケールにしといて色を全部なくすんですよ。でそうするとSNS がもう死ぬほどつまんなくなるので、すぐやめようってなるんですよ。だからそれめっちゃおすすめしたい。なんかいいこと聞きました、それは。そう、それでワンクリックだったら、もしその資料を確認したいとかそういう時もワンクリックですぐ戻せるので、そんなに大変じゃないから、もしその SNS とか見たいけどちょっと長引かせたくないなみたいな時はもうグレースケールにして、そこで見て、もうつまんないやって思ったらそこで戻るみたいな感じにすると結構切り替えやすいかなと思います。私がね使ってるアプリでなんかねステッピンかなっていうアプリがあって、歩数系になってるんですけど、歩数に応じて使える SNS の時間が設定できるっていうアプリがあるんですけど、なんかそれでめちゃくちゃ制限してます。運動しないと使えないっていうアプリがあるんですけど、それを使ってこう物理的に制限したりとかはしてます。それはどちらも結構前からされてるんですか？半年ぐらい前かな。半年ぐらい前になんかこう自分の SNS 見る頻度とかスマホ触る頻度をちょっと減らしたいなって思って、なんか YouTube 見るのは好きなんで YouTube いろいろ見てたら、なんかこういうのありますよみたいな動画があったんで、それを丸ごと真似して未だに続いてるって感じです。すごい。そうだから意外と続くのがすごいです。そう続けるのがね一番難しいですよね。なんだろうな、私スマホじゃなくてパソコンにはなっちゃったんですよ、その分。パソコンを見るようにはなったので、そのなんだろう、動画とかはその見ちゃうんですよ、どうしても。でもそのなんだろうな、ショート動画とかそういうなんだろう、自動スクロール系に触れなくなったっていうのだけでも、なんかちょっと違うかなっていう感じはする。
確かになんかちゃんと自分で選んでそう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 情報を仕入れてる感じ。そうそうそめっう。ちゃいい。そうだからちゃんと今自分でこういうことをやってるんだぞっていう感覚の時間を増やしてるっていう感じですね。SNS を全く見ないっていうよりは。なるほど。めっちゃいい。それが理想です。ぜひやってみてください。ありがとうございます。じゃあグレースケールと歩数計のアプリのちょっと真似しちゃおう。後で詳細を教えます。ありがとうございます。じゃあ次の質問に行ってみたいと思います。はい。私は自分の動画を日記を見返す感覚でたまに見ていて、自分の動画結構楽しく見れます。3本ぐらい一度に見てしまうと寝落ちします。ウニさんウニさんは過去の自分の動画を見返すことはありますか？これは私はね、あんまり見返さないタイプです。というのも、なんかね、あんまり作り終わったものに興味がないっていうか、なんだろうね、なんかこう作り終わったものに目がいくっていうよりは、こう結構ずっとやりたいことが念頭にあるので、こうなんかそっちが気になっちゃうタイプなんですよね。これから何作ろうかなとか、なんかこういうことやりたいなみたいなものがあるので、なんかあんまり見返したりとかはしないかもっていう感じ。めっちゃ職人肌というかクールな感じ。なんだろうね、まあそんなになんだろう、なんか動画とかに対してなんかめっちゃいい感じにできたって毎回思わないからかもしれない。なんかそれこそ、そのなんだろう、動画の雰囲気とかも、そのゆうたよさんみたいにこの世界観とかその可愛いものを詰め込んだものみたいな、自分が見たくなるような動画にしてるわけじゃないから、そういう面ではなんか別に自分の動画は趣味じゃないっていうかそうか。なんかそう私は結構逆に仕事というか趣味でやってるっていうところが大きいので、なんかウニさん的にその長尺の例えば Vlog とかになるとなんか自分のためじゃなくてやっぱり視聴者さんとかフォロワーさん向けにやってるっていうところが大きいんですかね。そうですね、そうかもしれない。なんかあんまりこう自分の趣味がわかんないからあんまりなんだろう、何がしたいんだろう自分はみたいな感じがあるので、なんか逆にこう視聴者さん向けでこういうのあったらなんか面白いんじゃないかみたいなのを考える方がこう動画にしやすい感覚があるので、結構そっちばっかりにいっちゃう感じがあるかもしれない。そうなんですね。そうなんですよ。だから本当にフォロワーさん思いというかなんか逆ですね、私と。なんか本当に自分勝手な私は自分勝手な動画なんでそれはそれで私は羨ましいと思ってるし、いつもね楽しく見させてもらってるから好きですよ、とっても。ありがとうございますなんかじゃあ自分がなんかよく描けたなって思った絵のメイキングとかもなんかショート動画とかも見返さないんですか？全然見返さない。すごいかっこいい。いやー、どうなんだろう、見返さない。たまにコメントとかでいただいた時にこうちょっと、見返そうかなみたいな、このどこのこと言ってんだろうみたいな時に気になったら見返すとかするんですけど、あんまりないかな。なんか投稿した直後ぐらいはなんか大丈夫かなみたいな感じで見に行ったりはするんですけど、なんか時間が経って見に行くとかはあんまりないかもしれない。なんかこれ
ラジオ外でこの前うんちょっと話したんですけど、なんか私は過去の方が好きで、ウニさんは未来の方が好きかもねみたいな話してましたよね。そうですね。まあどっちもいいと思うんですよ。まあどっちもね、好きになれたらそれが一番いいんですけど、なんかお互いなんか憧れるところがあるというか、私はそう過去絵とかめっちゃ好きなので、めっちゃ自分でも見返しちゃうんですけど、どんどん新しいの描かないとなとは思ってて、でも過去の絵の編集をしたりとかしてる。結構普通に怠惰かもしれない。いや、怠惰ではないと思いますよ、全然。それだけね、自分の書いてきたものにすごく愛着があって大事にしてるっていうのはすごく伝わるし、やっぱそういう面では私も見習わなきゃなって思ってるところがね、いっぱいあるので。なんか過去の自分ってもうなんか今の自分からすると結構別人で、私だから Vlog とかも多分楽しく見れるんですよ。ああ、なるほど。なんかもう知らない人だと思ってみて。どうなんだろうな。私はなんか過去の自分は別人に見れる時もある。そう、なんかすごい昔のもう何年も前の絵とかなら、絵とかでなんかようやくなんかなんだろう、自分が描いた記憶が薄れてくるというかなんかそういう感じがするから結構客観的に見れたりはするんですけど、わかんない。今見返したらもしかしたら過去の動画もいいなって思うかもしれないけど、別になんか見たいなとはあんまり思わないかもしれない。ああ、面白いです。全然違って。いやウニさんの動画すごい私は何回も見ちゃったり、ショート動画は特に結構すぐ見返せるので、ありがとうございます。見ちゃうのでぜひ見てください、ウニさんの動画を。はいっていう感じではい。じゃあ3つ目の質問にはい。でもいいでしょうか。良いです。やったこの前お会いした時にお話ししたんですけど、視聴者さんも気になる方が多いと思って改めてここでお聞きします。活動のコンセプトはどのように決めていますか？活動のコンセプトは、別にあまり明確なコンセプトっていうのはないんですけど、まずその大前提としてその動画作りを始めるときになんか大事にしたいなって思ったのが、まず自分が楽しいかどうかっていうのはすごく大事にしたいなって思ってるところで、そのこういう動画を作ってみたいなって思った時に自分が作りたいって思ったら作るみたいなのは、第一として考えて、そこからこれからなんだろう、その動画を見てなんか絵描いてみたいなとか、あとはなんだろうな、この新しい画材ちょっと触ってみようかなみたいな風に思ってもらえたらいいなみたいな感じで作ってますかね、動画は。なるほど。動画以外にもそのブログとか SNS とか展示とかいろいろされてると思うんですけど、そこも同じようなコンセプトというか活動方針になりますか？ブログは結構なんだろうな、ブログはなんて言えばいいんだろう、結構ね自分の考えをバーってまとめるのが好きなんですよ。なので、一応自分向けではない、自分の考えたことの記録みたいに使ってるところもあるし、なんか、なんだろう、こういうことに関してすごい迷ってる人いるんじゃないか
っていう人に向けて書いてるっていうこともあるので、ほうほまあブログは結構半々かな。自分の記録プラス人に向けた記事みたいな感じがしますね。SNS はね、あんま考えてないです。今までの今までの活動をそのままそずっとやってる。そんな感じです。あんまりちゃんと考えてないから、なんかさっきの別のね、前の動画でゆうたよさんとお話ししましたけど、そのインスタグラムとかはなんか考えたいなみたいなのをようやく思い始めてきたっていう感じです。なるほど。自分が楽しいっていう気持ちは大切にしつつ、視聴者さん、フォロワーさんに向けて役に立つことがあればいいなみたいな気持ちで。こんな感じですね。ゆうたよさんは何かありますか？そう、これを聞いたのはなんか私のコンセプトにめちゃくちゃ困ってたっていう。なるほどなるほど。何なんだろうって、この活動何なんだろうみたいなたまになるんです。今はどうなんですか？その前に聞いた時と比べて。なんかウニさんとなんか真似してるみたいになっちゃうんですけど同じやなみたいな他にあるのは、自分も楽しみたいし、作家に憧れてる人たちとかに届いてるなみたいなそうでね。いうのもあったり、ありのままのVlog とかで活動を見せることが、意味のあることなんじゃないかというのもちょっと思いつつ、意味なんてあるんだろうかみたいなぐるぐるしてるでもやっぱ私生活って気になるじゃないですか。これからなんかフリーで活動していきたいなみたいな人って多分すごいいっぱいいると思うんですよ。だからなんかそういうところでなんかこうどういう風になんか生きてんのかなみたいなどういう生活してるんだろうみたいなのはなんかすごい気になってそう、見てる人も。いや気になってください気になってくださいね。だから私もなんかね、そういうフリーで活動したい人向けの動画みたいなのも出したいなって思いますよね。どんな感じのですか？なんだろう、その生活面というか、そのどうやって生計立ててんのとか、なんかどういう風にして仕事を受けてるんだろうみたいな、どういう風にして自分の絵を売っていってるんだろうみたいなのを、こうなんか結構分かりづらいじゃないですか、こういうフリーランスの活動って。だからそういう面でこうなんかね、こういうことやってみたらちょっとなんだろう、なんかフリーになれるような道がちょっと見えてきたかもみたいに思えるようななんか動画を作れたら、なんかもうちょっとね、フリーランスとして働くことに対してもう少しなんか前向きになれる人もいるんじゃないかなと思うので、なんかそういうところもなんか伝えられる動画を作れたらいいなっていうのはすごく思いますね、最近。素敵ですね。すごい迷うこともあるんですけど、そうなんかコンセプトすごい参考になったので私もなんかどんどん固めていきたいなって思ってます。私も全然固まってないのでお互い頑張りましょう。固めていきましょうね行きましょう。はいよし、じゃあ
最後の質問で大丈夫そうですか？はい、早っ。じゃあ最後めっちゃ喋れるんで、喋れる。あと話し足りないことあったら。もう全然喋ってください。と私は普段の生活や趣味が絵に連動するタイプなんですが、ウニさんは例えばロリータファッションのアカウントを追っていたり、いつも買う雑誌があったり、何かルーティン的に情報を仕入れていることはありますか？モチーフや装飾のアイデアがどこからいつも出てきているのか知りたいです。企業秘密だったら語りすぎなくて大丈夫です。お願いします。はい。これは、ロリータファッションはね、すごく大好きな、日本の文化なんですけど、はい。なんかすごく最近はね、追ってるっていう感じではなくなってきて、なんか知りたてはね、結構そのブランドさんの SNS 見たりとか、ロリータモデルさんを見て商品チェックしたりとかはすごいしてたんですけど、最近は別に全くしないわけではないんですけど、そういうなんかウェブサイトをたまに見たりとか、SNS とかでモデルさんが着てるもので可愛いものあったら可愛いなって思ったりとかはしてて、で昔ちょっとなんかロリータの雑誌があったので、それを昔は購読してたんですけど、なんか、休刊になっちゃったので、最近はね、そうロリータ関連の雑誌とかも買ってないんですね。だからなんだろうな、そういうアイデア的なものは、SNS プラスそのピンタレストとか、そういうものから取り入れるとか、あとはなんか今まで構築してきたものを再構成して今までの蓄積をなんかいろいろつなぎ合わせて書いたりとかが多いのかな。あんまりね、なんかファッション誌とかもあんま買わないんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。この間なんかね、多分ゆうたやさん知ってると思うんですけど、ファッジっていう雑誌あります？ファッジのなんか猫特集みたいなのがあったんですけど、猫特集のやつだけ買いました。猫特集。かわいい。特集あって、それが可愛くて買いましたね。あとファッジはなんかデザインが可愛くて好き。雑誌の中の。わかります。なんかデザイン的にもなんか参考になるというか。そう。可愛いですよね。っていう目的で雑誌を買ったりとかもあるかなっていう感じかもしれない。ありがとうございます。なんかそのアカウントをなんか見てたりするっていうのは、そのなんかちょっと裏で喋ってたんですけど、その趣味のアカウントがあるんでしょうか？趣味のでもね、全然インスタの普通の絵の方のアカウントでもフォローして見てるし、なんか趣味のアカウントでもなんかフォローしてるから、なんかどっちでも見れるようにしてる感じかな。そうなんですね。そうです。そうなんかアイディアとかカラーなんか色の組み合わせとかなんかそのどんどん新しい絵を描いてるので、それがどこから湧いてきてるんだろうってすごい気になってたんです。どこから湧いてる、なんだろうね、どこを参考にしてるんだろうね。なんか結構私その絵を描くときになんか色が先に思い浮かぶっていうか、なんかモチーフっていうよりはなんかこの色使いたいなみたいなことから始まることが多いんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。それだから、その別にロリータファッションのそのじゃなくても普通に生活してる
だけでその SNS でなんか流行りのカラーリングがあったりとか、なんかたまたま見た写真で、このカラーリングめっちゃいいなって思ったら、そこからなんかこう連想ゲームしてって出来上がるっていうのが主にベースとしてあるかもと思っています。色から想像してモチーフとかが浮かんでくるっていう感じですかね。そう、その方がなんか多い気がする。もちろんそのモチーフが先にあって、このモチーフのイラスト描きたいなって思ってから色を決めることもあるんですけど、はい。なんか基本的にはなんかこういう色使いたいなとか、なんかこのグッズのなんかもしグッズとか作りたい時に、例えばアクリルキーホルダーとかだったら、そのアクリルの色って結構決まってるじゃないですか。いろいろあるにしても、こう色が決まってるから、なんかそれに合う絵を描こうみたいな感じから始まるんですよ。なるほど。そうなので結構色に関してはなんか大事にしてるかもしれないなっていう感じ。そうだったんだ。すごい参考になります。なんか私は色から想像することってあんまりなかった気がするので、そうなんだ。真似しよう。そうなんか描きたい配色先に決めて描くのとか楽しいですよ。なんか私青ばっかり使っちゃうんですけど、確かにそういう風に色で見たら、なんか描きたいものが浮かんでくるかもしれない。楽しそう。そう、たまには逆もやってみるといいかも。ありがとうございます。すごいなんかいろんな方に参考になりそうな貴重なお話なるかな。ということで4つ質問が終わってしまったんですけど、短いですか？どうですか？ゆうたやさん的にはどうですか？これは30、40分ぐらい喋ってますか40分ね。ぐらいだね。40分ぐらいです。私の動画がワンチャンなんかめちゃくちゃ長くなる可能性だ。3時間撮ってるからそれが1時間とかに収まるのかどうかっていう問題ですよ。だって今40分ぐらいしか撮ってないのに、カットしたら30、20何分とかになっちゃうけど、なんか差がありすぎて大丈夫かなっていう。じゃあなんか1個消した質問があったんですけど、それを追加で質問してもいいでしょうか？大丈夫です。はい。じゃあ5つ目の質問です。自分の動画を編集していると、その編集中に寝落ちしてしまったり眠くなっちゃうんですけど、ウニさんは動画編集中はもうずっと続けてできますか？基本はできるタイプですけど、全然眠くなる時もあります。カット中とか動画カットしてる時はすごい眠くなっちゃったりしますね、やっぱり。でもその眠くなった時はもう潔くお昼寝します。なんか偉い編集作業は午後になるんですか？午前になるんですか？編集作業はだいたい午後というか、午後と言っていいんだろうか。私にとっては午前なんですけど、はい。なんだろう、お昼休憩を一回挟んでの午後なんで、午後になる時もあれば、なんかもう最初の調子が良すぎて午前でいけるわってなったら、もう全然午前中に絵も描いて動画編集もして、もう午後何もしないみたいな時も全然あるっていう感じなので、午後にやることの方がどちらかといえば多いんですけど、それでも全然もう1時2時とかでもう今日終わりみたいな早い早いですね。なんかですね、すべて朝派ってやっぱりいいんだろうな。ゆうたやさんはなんか
その生活リズムみたいなのって決まってるんですか？いや、めちゃくちゃです。ああ、バラバラ。毎日なんか起きる時間とかも結構バラバラって感じですか？起きる時間がバラバラなんですけど、その寝る時間は結構ぴったりというか、そのだいたい9時間睡眠なんですよ。あ、結構長い。私より長い人に初めて会った。で、私8時間だから睡眠ぐらい3時に寝だからな。たか、うんうん。あ、すみません、なんか喋ってた。あ、いいですよ。え全然いいですよ。何時に寝たかによって、うんうん。その起きる時間が変わってくるので、その予定がある日は起きれるんですけど、本当にアラームセットしないと本当に9時間きっちり寝ます。普段はアラームかけて起きるとかはあんましないタイプですか？なるべくしたくなくて、もう、そう、フリーなんで。でもそうすると、遅起きとかしちゃうとやっぱり遅く寝るっていう風になっちゃうかそら、うですよね。良くないなとは思って。なんか気持ち的には早起きしたいんですか？いや、本当はもう、それはウニさんみたいな生活が理想。そうなんだ。理想です。なんか、なんだろう、フリーだからさ、ある意味こう、時間って結構自由に使えるじゃないですか。だから、はい。なんか別になんか夜型でも私はいいとは思うんですよ。うんうんうん。なんかそれでもやっぱなんか朝型に憧れがあるみたいな感じ。なんか、やっぱり健康的な人に憧れちゃうので、なんか別になんか体質的に夜型そうみたいな感じではないんですか？なんか朝の方が調子いいなみたいなことはある？それとも夜の方がなんか頑張れるみたいな、あったりします？と、夜の方が頑張れるんですけど、うんうん。朝活動した方が気持ちいいと思います。なるほど。なんかね、うん。体質あるって言いますしね、朝型、夜型と。ね、もう多分オールとかしないと朝方になれない気がしてて、今は。一旦ずらさないとああ。寝ちゃうから。うん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 。なるほどで、ね。それで寝不足で朝、編集とかしてたりすると、うんうん。確実に寝落ちしちゃいます。ああ、それはわかる。私もそうです。寝不足の日はなんかもう全然作業できないから、もう寝ます。うん。なんかカット辛くないですか？動画のカットって。大変。大変。大変なんですよ、実は。人は大変なんです。うん。けど、でも私、字幕入れる方が好きじゃないかもしれない。えー、どうですか？なん字幕か、字幕好きですか？入れるの。でもあんまり入れてないか、ゆうたよさん。なんかめちゃくちゃ全部入れるとかではないですもんね。そう、入れたい時に入れることが多いんですけど、そうすると編集画面では、カットだけされた動画をずっと見続けることになるんですけど、そのその場合、画面がつまらなくてすごく。ああ、それで、なんか文字とかが入ってる方が、なんかテンションが上がるうん、タイプっていうそうで感じ。すね。ああ、なるほど、なるほど。眠くなっちゃう自分の動画。確かにね、あんまりなんか喋ったり、そこまでなんかめちゃくちゃずっと喋ってるとかでもないし、うんうん。確かに。そうね。これ、見てる人も眠いのかなって思って、まあ、それだけ心地がいいということでしょなんか寝落ちに使ってほしい。寝落う。ち一緒に睡眠導入いいですね。確かになんか、ぜひぜひ。ゆうたやさんの声もなんかすごい落ち着いてるから、確かに眠くなる感はあるかもしれない。ああ、もうちょっと暴れなきゃ。いいんですよ、その落ち着いた声がいいんだから。ぜひそれを貫いてください。はい。という感じで。
何か話し足りないことがありますか？話し足りないことなんだろう、ないかな、どうだろう。私はないというか、なんか、ゆうたよさんになんか質問したいことがいっぱい、またなんか出てきそうな感じがするけど。これは第2弾の香りがするという第2ところで弾きますかね。このラジオを撮ってる前にウニさんの動画でラジオを撮ってるんですけど、もうすでにそのウニさんの動画で3時間撮っててここでどうですか？ 1 時間ぐらい行きましたかね。うん、今ね、52分ぐらい。じゃあもっと話してますね。なんか設定のなんかいろいろやってるとか。そうそうだからそうだから4時間以上は喋ってる。そうなんかもう私がね気になり性だからなんか気になったらね全部聞きたくなっちゃうんですけどでもここはねちょっとなんかなんだろう私が質問する場ではないからちょっとあれかなと思ってじゃあまた第2弾やりますか？やりたいですね。やりたい。なんかねテーマとか決めてもいいし、まあもしなんかね視聴者さんからなんか質問もらって答えるとかでも楽しいと思うし、それも楽しそう。すごいいろいろできたら楽しいんじゃないでしょうか。今後の展開をお楽しみに。はい楽しみに。ということで、はい、ラジオを締めたいと思います。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。じゃあウニさんの方の動画でも私が質問に答えてるので、よかったらそちらも見てやってください。はい、ぜひ見てください。じゃあどうしよう。どうしましょう。おしまい。またねー。バイバーイ。大丈夫ですか？いいですか？チャンネル登録、高評価言わなくて。あ、ウニさん言ってましたよね。言ってた。じゃあよ。チャンネル登録、高評価、コメントくれると嬉しいです。ぜひ待ってます。はい、お願いします。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。